鉄話、日本国有鉄道史、労働運動の台頭ということで本日もお話をさせていただこうと思います。今回は講和条約発効連合に伴う国労の分裂ということでお話をさせていただこうと思います。講和条約と国鉄第1話、朝鮮戦争の勃発前夜。占領軍の日本に対する政策は積極的に復興を支援するというものではありませんでした。あくまでも昭和の初め頃程度までを復興にすることを念頭に置いたものであり、過度の経済力が一点に集中しないようにすることが主たる目的とされたため、財閥解体や農地開放、これは戦前からも運動としてはあった等が行われたことは周知の通りです。GHQ はインフレーションを抑制し、経済を安定化させるため、ドッジ講師を迎え、収支均衡を保つ超縮小均衡予算を打ち出し、インフレは収束に向かってきましたが、消費の抑制と産業資金供給の縮小は体力の弱い中小企業を直撃し、安定強行から失業者の増加による社会不安が動大されました。これにより失業者は昭和25年6月には43万人にもなりました。この時は国鉄でも新車の導入などが大幅に抑制されたのは周知の通りです。また当初は日本の軍事産業を含む軍関係は全てを撤去する予定だったのが、次第にその様相が変化してきました。それは朝鮮戦争に代表される米ソの関係の悪化です。中国は昭和24年10月、蒋介石率いる国民党軍が毛沢東率いる皇軍に敗れ、社会主義国が誕生します。アメリカとしては日本にその地理的条件などから戦略的価値を見出したのかもしれません。さらには昭和25年6月25日に突如勃発した朝鮮戦争は日本の進むべき方向を完全に180度転換させることとなりました。すなわち経済復興を大幅に認め、アメリカの防波堤にすべき構想に変化したのです。具体的には軍需施設関係工場の保存と重工業の復興を認めたことでした。またこれとは裏腹に言論・集会の自由は抑圧されていくことになります。さらには昭和25年7月、日本政府に警察予備隊の創設を指令するとともに、国内の政治労働運動に際しても共産党を中心に弾圧を行うなど、共産党に対する態度も硬化されていきました。共産党幹部の一部が公職追放され、赤旗や連営が発行禁止処分され、さらには共産党系の組合の集合体であった連労連への解散命令が出されました。マスコミ関係などもレッドパーチの嵐は吹き荒れていました。そして世間では講和の機運も高まっていったのですが、すべての国と講和条約を結び、連綿講和とソ連など講和に反対する国を後回しにする片面講和で国内世論が2つに分かれてしまいました。これは国鉄内部でもなしで、国労内で連綿講和派と片面講和派で分裂の危機を生むことになりました。なおこの時点はまだ後ほど詳しくお話をしたいと思います。こちらにね、国労の3つの派閥ということでね、書かせてもらっているんですけれども、共産党系と、あと国鉄民主化同盟、ね、あと国鉄労働組合革新同志会と、ね、国労の中では3つのグループに分かれていました。ではこのグループのですね、やっぱり大きな違いというのはね、民主化同盟というのが全く反共であると、反共産党であるということで、ここがですね、国労の、一番多くグループがあったんですけど、民主化同盟が一番多かった。もう一つは国鉄労働組合革新同志会ということで、略称革労なんてね、よく言われてましたけども、このグループがありました。で、共産党系と革労は比較的親和性が高いんですけれども、共産党が当時提唱していた武器革命ですね、武力革命については否定的なところもあって、多少ですね、距離を置いているというところがありました。
で、国鉄民主化同盟というのは社会党の右派、左派とね、くっついていきまして、その中でですね、独自の動きをしていくという形になります。ここまでのまとめをですね、ちょっとさせていただきますと、国鉄の歴史としてですね、国鉄内組織内分裂の遠因となった朝鮮動乱の話を中心にさせていただきました。朝鮮動乱はソ連とアメリカの代理戦争でしたが、その結果、日本には再軍備を促すこととし、警察予備隊、後に保安隊に改称が結成されました。警察予備隊という名称にあたるね、の当初になったのは、日本国憲法第9条第2項が抵触するからと言えます。すなわち、第9条2項、連邦の目的を達成するため、陸海軍のその他の戦力はこれを保持しない。国の公選権はこれを認めないということを明言したからでしたね。まずこうした世界的情勢はですね、世界党内の分裂を招き、国労内ではですね、もともと共産党を支持する派閥に加えて社会党を支持するグループの国鉄民主化同盟、民動派というんですけども、他に共産党とは距離を置きつつ、共闘もあり得るとした国鉄労働組合革新同志会、革同のね、3つが定立するものでしたと。で、ここに来て、社会党の分裂を受けてですね、民動派も社会党右派を支持する民動右派と社会党左派を支持する民動左派に分かれることになり、国労内の運営というのはさらに困難になっていったのではないかなというふうに言われています。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は講和条約に関するお話をもう少し掘り下げてお話をさせていただこうと思います。どうかよろしくお願いいたします。